こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は私ども羽生内久邸の第三培養場、つまり普段は公開していない3000坪の培養場からお届けします。このような大型のハウスが何棟かうちにはありますが、ここにあるものすべてが毎日毎日都内を中心にさまざまなシーンにレンタル盆栽として出ていく木です。ここの中で活躍しているスタッフたちは日々木の手入れ、どのように飾ればいいかを皆さんに喜んでもらえるように努力しています。今日はその中の一人が初めて間もなく開催される日本盆栽作風展の新鋭部門に挑戦しようとしています。過去にも羽生のスタッフは何人もがその中で賞を取り、自分の経験を踏んできました。彼は今回初めての挑戦を迎える時となりました。その一部始終、作品が仕上がるまでを皆さんに今日お届けしたいと思います。お楽しみください。それでは今日の主人公でもあります S キューブの羽生内久邸スタッフ小林さんをご紹介しましょう。小林さんどうぞ。今日は面倒をかけますけどよろしくお願いします。小林さん、ここに勤務して何年ぐらいになりますか？今年で4年目に入ります。その前は会社勤めですか？はい、15年間サラリーマンをやってこの職に就きました。だいぶ思い切った転身ですけど、どのような思いでこの世界に？サラリーマンをやってる時から植物がどうしても好きで、最後の転職するにあたってやっぱり植物、そして盆栽の道でやっていきたいなと思いました。ご家族への理解が大変だったんじゃないですか？そうですね。ただもう家族も応援してくれてるんで、はい。さて、普段のこの世の中やいろんな社会の窓というところに盆栽を飾るレンタルサービスを頑張ってもらってますけど、その中で磨いた感覚を作風展という舞台にと思っていますが、ここから何本か候補を出してやってみたいと思いますが、頑張ってやってください。はい、お楽しみください。さて、小林さんにレンタル用の盆栽数百点という中からいくつかご自分で思いのあるものを選んでもらいました。小林さん、これはどういうような感じで選ばれたんですか？いつも僕がレンタルで飾らせていただいている木なんですが、その中から自分がちょっと気になる木を選んでみました。なるほど。もちろん作風展の舞台ってなれば、小林さんが4年間管理していつもそばにいた木たちの中から選ばれる。そしてこれを今度小林隼人という人の作品として最後仕上げなければなりません。さあ、この中でどれがその候補として一番なんですか？そうですね、やはりデザイン性、見せる盆栽という仕事をしているので、この辺りが少し気になります。なるほど。小林さん、こちらの2点なども文人風の木の五葉松と黒松でとてもいいもんだと思うんですけど、こういうものはどうなんですか？自分も文人の木が好きなんですが、やはりもう完成されているというか、それを僕がどうにかするっていうイメージよりかは、こちらの心拍でどうにかできたらなというところでこれを選んでみました。なるほど。さて、そうしますとこの心拍となると、これをどのように衣装を変えて姿を変えるかってなると結構難しいと思うんですが、何か自分でも候補やそういうのはあるんですか？そうですね、デザイン性を重視した鉢にちょっと入れてみたいなというところです。楽しみですね。はい、じゃあちょっと今度それを見せていただきましょう。さて、小林さん、ご自身で鉢を選びましたが、だいぶたくさん選びましたね。はい。
だいぶ悩んでますか？悩んでます。そうですか。さて、どこかその先ほど言ったように今の社会に見せるモダンな盆栽、レンタルにふさわしいというところで言いますと、どうでしょう。これだけいろんな鉢の候補が出てきましたが、ご自身では特に本当は入れたいのはどれですか？そうですね。これですか。すっきりとしたはい。薄い鉢。なるほど。ただ盆栽というのはこれで鉢に長く入っているものは、特に心拍などは根をほどいてみないと、雑木の盆栽のように根が切れるわけではありません。ある根を大事に巻き込んで入れなきゃならないので、正直ほどかないとわからないのがあるんですよ。そうですね。第一希望、第二希望とやっていくとどういうものになりますか？これ、そして、同じ深さのこれ。はい。で、やはりほどいてみて入らないときはこちらにしようかなっていうところで考えてます。なるほど。はい。同じ深さですとね、はい、間口があるとスーッと土を上げて隠すことができますからね。はい。なるべくじゃあ小林さんこのどちらかに入れたいと。そうですね。いうことですね。はい。はい、これとこれ。これは水盤ですね、もともとね。そうですね。穴を開けなきゃなりませんね。はい。なるほど。これは一世一代になりますね。はい、それでは次は今度は作業場でほどいて植え込みの内容を見ていただきましょう。どうやらもともと小林さんが思ってた鉢にうまく収まりそうですね。はい。なんとか入れることができました。なるほど。この感じになると今までの雰囲気とは違って、その小林さんが言う都会の窓に飾るモダンな姿が少しは雰囲気が出るような気がしますね。そうですね。だから本当はもっとモダンな鉢に入れたいところではあるんですけど、やっぱり鉢っていうのは難しいものですね。そうですね。内区庭には数千枚という鉢がありますけど、なかなかそれでも植え替えとなるとピタッと合うものというのは数少ないもんですよ。はい、それではこれで最後の植え込み作業をやって、そこから今度はこれに合わせた雰囲気に枝を少し直していくようになりますね。はい。はい、お願いします。お願いします。さあ皆さんいかがでしょうか。先ほどまでうちの第三培養場のレンタルの工場のようなところで培養されていた心拍が見違える姿で見事な盆栽の作品に生まれ変わりました。ご苦労様でした。ありがとうございます。どうですか、ご自分でやってみて、そして小林さんが作ったこの木、まずはどんな方に見てほしいですか。そうですね。まずは日頃苦労をかけている家族に見てもらいたいですね。ああ、そうですか。はい、何人お子様いましたっけ。3人います。どうですか、みんなお父さんの盆栽の作品に対してどんな気持ちに持つでしょうね。よく頑張ったって言ってくれるんじゃないですか。多分この放映がされる頃には作風展の今回の審査は終了していると思います。無事に皆さん審査員の目にかなって飾れるようになることを期待してします。はい、
本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしょうか。この会社で頑張って盆栽と生きている者たち、巣立った者たち、それぞれが盆栽と向き合って生きています。私にとっては盆栽を作り育てること以上に人が育ってくれることがとても嬉しいかもしれません。一人の若者が盆栽に見入られて自分の生き方を盆栽と共に見つめる、そんな人たちが一人でも多く生まれてくれることを祈っています。わびチャンネルは盆栽の作り方、そこに交わる人、いろいろなものをお楽しみいただければと思います。ぜひチャンネル登録をなさってご覧になっていただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。